嘘でしょ。あの人まだ立ち上がるなんて。これも鬼族ゆえの頑丈さなのでしょうか。こっちはもう限界だってのに。ギャル、コッコロさん、下がってて。さっきかばってもらった分、私が何とかするから。皆さん遅くなってすみません。ゾンビたち数が多くて大変でしたけど。やっつけたよ。あのゾンビたち、私の呪術で普通のよりずっと強くしてあったのに、こっちの子たちも可愛い顔してだいぶ場数を踏んでるみたいね。嫌になっちゃうわ。それにあの髪の色が紫に変わった子、なんだか。及ばずながらこれより先は私たちも助成させてくださいませ、シェフィー様。ええ、頼りにさせてもらうわね、3人とも。はい。ま、信じてみっか。さつきちゃん。潮時だ。ここらで手打ちと行こうぜ。それでは私たちを認めてくださるのですね、さつき様。ああ、てめえやあの腹ペコ姫と約束した通りにな。ちょっとサツキ、あなたいつの間にそんな勝手な約束を。ちった頭使いな、リザコ。そこのリリオ嬢と腹ペコ姫を捕まえた時に決まってんだろ。じゃあやっぱりあなたわざと捕虜を逃がしてたのね。ゾンビの伝書鳩がペコリーヌさんたちの居場所を書いた手紙を持ってきた時は罠かもって思ったけどね。なしてさつきちゃん。フレイヤも腹ペコ姫一行も信じるに足る根拠はねえ。裏で繋がってて俺らをはめようとしてんのかもしれねえ。となりゃ戦ってみたら相手が信用できるかがわかるとでも言いたいのかしら。鬼族はこれだから。あらかじめペコリーヌやリリからサツキってやつが荒っぽい方法でこっちを試してくるって聞かされてたけど、正直わずかでも力を抜けば圧殺されてしまいそうで、途中からはそのような話も忘れ無我夢中で戦っておりました。ああ、だからこそそこいじっての拝ませてもらったぜ。あのな、さつきちゃん。その違う世界から来たってコーラ、皆が皆悪い子じゃねと思うし、そいだらいい子なら捕まえたりしなくてもいい。あのな、ユキノ。例えば俺がてめえはどういうやつだか知ってんのは付き合いが長えからだ。けど赤の他人の少年なんざ普通追い詰められてみねえとわかんねえぜ。あだらこと言ってたさつきちゃんがやめたってこと。
そのでも降参します。こないだと立場逆転ってわけね、雪女。熱々のおでんたんまり食べさせてやるわ。脱がされる。雪の間で、まあさつきが降参した時点でそうなるとは思ったけど。勘違いすんな。俺は降参なんざしてねえよ。殴んのをやめただけだ。でもさつきちゃん、ギャルサラが本当に悪い子だって思ったら手さ止めたりせずぶっちめてたんでねの。こないだかき氷ごめんね。気にすでね。かき氷ならいくらでも出せし。それで残ったダークエルフの人はどうするのかしら。そうね。さてどうするかしら。さつきと雪の扱い物にならないけれど、あっちの猫の魔法使いとエルフの子も戦闘不能。他の子たちもそれなりに消耗してるはず。私も無傷じゃないし厳しいけれど、ゾンビはまだ呼べるし、壁を作ってカースアローで一人一人狙えば勝機は見出せる。はあ、まったく役職と責任は不可分だっていうのに、さつきも雪乃もグレイスも市場で動きすぎだわ。どうしてここで足を止めていたか覚えてるのかしら。悪いけどまだヤーツキ旗折れたってわけじゃないのよね。うちの姫がやっと。弓をしまった？それだけではありません。戦意も一気に収められたように思います。直前までやる気満々だったのにどうして？このリザコ、低級霊か何か使って城の中は盗み見してやがったな。じゃあ姫ちゃんのことを。そりゃあ目くらいつけるわよ。結界に阻まれて肝心の石中のまでのことは除けなかったけれどね。バイオレットさんたちはどうなったの？彼やペコリーヌさんは。まあ無事なんじゃない？そっちのお姫様はかなりしんどいみたいだけど。グレイスもそこそこ叩かれていい気味だわ。あとはフレイヤを助けた鎧の男、とんでもないやつだったわね。あんなクラスの仲間があと何人もいるとは思いたくないけど。リーザちゃん？もったいつけんな。お姫はどうなった？そうね、あの臆病者のお姫様は私たちの計画通りに王家の装備を使って、それでなるようになったってところかしらね。ペコリーヌ様。リリちゃん、それにペコリーヌ様、ご無事ですか？コッコロちゃん、すごいボロボロじゃないですか。キャルちゃんも。二人とも
私をかばったせいで。あんたもだいぶやられたみたいね。ペコリーヌさん、お兄さんは一緒じゃないんですか？あの人とグレイスさんも無事ですよ。二人にはバイオレットさんのことをお願いしました。何があったかを聞く余裕がなかったんですけど、バイオレットさんすごく落ち込んじゃってるみたいで。姫ちゃん、まあとにかく死んでないならいいけどさ。でもう死んでるんだっけ？こらこらこら、勝手に入ってきてはいかん。まったくこれだから異世界の連中は。この人は首なし。悪いが世話頼むぜ、デュランジ。こっちの猫娘とエルフのジョーちゃんはリザコーの呪術をもろに浴びちまったんでな。しかしですな、サツキ殿、姫が。そっちは一旦グレコを任せだ。どうせてめえも追い払われた口だろ。グレイスのやつめ、祖父を邪険にしよってからに。っていう感じでフレイヤさんと1対1で戦うことになって、やばかったですけど、どうにか追い詰めたんです。でも謎の全身鎧の男性の妨害で逃げられてしまったと。ですが九死一生、命あっての物種かと存じます。でも目元まで覆う兜をしてたんじゃ正体は分かりようがありませんね。ペコリーヌさん？多分ですけど、私あの人知ってます。キャルちゃんもコッコロちゃんも知ってる人だと思います。追いかけっこしたのはこっちじゃなくてあっちでですけど。それってまさかウォーロック。これルリー、走ってはならんと言うとろうに。すみません、デュラン様。タコ？でもルルイって言います。この城の工場で。不思議な髪の毛の方ですね。失礼いたしました。初対面なのに。いえ、よく言われますので。ルルイちゃん、いきなりですみませんが、何か食べるものをいただけませんか？プレシアちゃんがそろそろ限界のはずですし、ペコリーヌさんたちも。ペコペコ。私もお腹空っぽだわ。まだ慣れないわね、プリンセスフォームで戦うの。私も久々ね、この感じ。全身痛いけど寝る前に何か食べなくちゃもたないわ。任せてください。お城に戻ったばかりでてんてこまいって感じですけど、すぐ何かお持ちしますので。ペコリーヌ様。すみません、ルルイちゃん。私の分はいらないです。ペコリーヌさん？本気でおっしゃられているのですか、ペコリーヌ様。歌人薄命、神腹の質。
まさかそれほどの深手を。マジでどうしたのよあんた。変なもんでも拾い食いしたの？そうかもしれません。どっちにせよ今は食べたくありません。なんだか騎士さんたちのところのお姫様、具合が悪そうで、すっごく深刻みたいですけど、うちの姫姉様の方は大丈夫なんですか？クレイシュ姉様。騎士氏？はい、先ほど見つけたのですが、大変に落ち込んでしまっておりまして、馬車の客車におこもりになっています。コンディション天の岩とでも言いますか。今は誰とも会いたくないそうです。いえ、イザナミの御事かもしれませんが。私が身につけているこの宝石は王家の装備のアケディアと申します。その力を私はまだごく一部しか使えていないのですが、かろうじてこの体の腐敗が進むのを抑えることだけはできているのです。ただもし王家の装備の制御を誤るなどしてこの能力がなくなってしまえば、いずれは私も。ええ、姫の発言は真実です。たとえ適性があったとしても、今の彼女には王家の装備の力を扱い切ることができない。分かっていたはずなのに、リーザたちは、いえ、リーザたちからすればゾンビ化が進んでしまうことなど大した問題ではないのかもしれませんが、でもこのままではいずれ脳にまで腐敗が及んで、スミレが化け物のように。あと今の騎士氏の回想を聞いて思ったのですが、だいぶ稼いでいますね、バイオレットちゃんポイント。姫の境遇には強く同情していますし、未然に防げなかったことについて強く責任も感じている最中です。ですがフレイヤやあの鎧男の暗躍を踏まえると、このまま姫を引き込まらせておくわけにもいきません。かくいう私の言葉は今の姫には届きませんでしたが、となると閉ざされた天の岩戸を開くのは甘え可能な身内よりやはり気になるあいつの言葉かもしれませんね。ゆっくゆっく、ブルップ、ブシュフーズル、スミレのところまで騎士氏の案内をお願い。はあ、そんな気はしましたが、鈍感属性までも備えるとはさすがですね、騎士氏。まあスミレの方も現状まだ始まってもいないというか、オンユアマークって感じだろうけど。首ひねってないでちゃっちゃとうちの姫を元気づけてあげてきてください。得意でしょ、そういうの。騎士様。騎士様は私を心配してくださっているのに。騎士様。
ご心配をおかけし申し訳ありません。これは血の巡りがほんの少し悪くなったくらいで、まだ頭の中まではおかしくなっておりませんので。はあ、キー様の瞳に今の私が映ってしまっている。醜く変わり果てたこの姿が騎士様の脳裏に刻まれてしまっている。私は本当になんと弱いのかしら。先ほどまであれほど泣き明かしていたというのに、また涙が溢れてしまいそう。でしたら、グレイスにも言った通り、今は一人にしてほしい。この姿を見られていたくない。ですからいてください。お話をよろしいでしょうか、キー様。私はどうしてこのようなお願いを。話を聞いていただきたいなどと、これ以上今の私の姿が騎士様のお目汚しになってしまうのはですが私の目に映る騎士様は剣王の色など一度も浮かべていらっしゃらない。本当にこのような私を見せてしまいたくはありませんでした。私はやはりプリンセスなどにはふさわしくない。それに本当の私を晒してしまえば、きっと騎士様にも嫌われてしまう。たとえ騎士様が会見ではなく内面を見てくださる方だとしても、いえ、だからこそなのです。なぜならば私の内面はとても醜いのですから。騎士様もご存知のはずですわ。ジオニブルヘルのゾンビたちはゆっくりとではありますが、次第に体の腐敗が進んでしまって、やがては意識も理性もない怪物へとなり果てると、私は運よく王家の装備に選ばれたというだけで、自分だけ腐敗から逃れていて、なのに怠惰にも義務であるはずの国要求を司る鍵も手に入れることなく、そして
いざ自分の腐敗が進んでしまうと、こんなにも取り乱してしまって、これほど醜く臆病な私はプリンセスとしてふさわしくない。王家の装備を扱いきれないのもきっと当然のことなのです。ハマツさえ日の当たる明るい世界を見てみたいなどと、自分のわがままを叶えるために勝手をして進化を誇らせて。騎士様ですが、優しくなさらないで申し上げましたでしょう。私はとても醜く臆病なのです。騎士様に優しくしていただく資格など。騎士様、どうしてなのです。なぜそれほどにこんな私に約束？騎士様、それでは一つだけよろしいでしょうか。私を強化していただけますか。騎士様、私の臆病な心を以前騎士様からの強化をいただいたときは、私は身がすくんでいて襲いかかる悪霊に立ち向かうことができませんでした。ですがあの時、騎士様から流れ込むお力をいただいたあの時、私の胸に温かいものが満ちるのを感じたのです。改めてこの冷たい身に騎士様の温かなお力をいただきたいのです。そして勇気を。どうかお願いいたします、騎士様。よかった。ありがとうございます、騎士様。ペコ、平気ですよ、プレシアちゃん。怪我の方はそこまで重いわけじゃありませんから。でもまさかペコリーヌさんの口から食べたくないって言葉が出るだなんてね。ペコリーヌ様も大変気がかりですが、キャル様やコッコロ様たちの方も。気持ち悪い。キャル様もですか。食物を
体が受け付けていないような大変嫌な感覚です。ごめんなさいね。内臓が弱ってるっていうか、ダークエルフ秘伝の呪術で生命力が落ちてしまっているのよ。死に近づいたって言った方がいいかしらね。あんたね、謝る前に呪いを解くとかなんとかしなさいよ。もちろんとっくにしてるわ。でも呪いの後遺症って回復魔法じゃ治りにくいし、しばらく安静にしていてね。ペコリーヌさんも呪いのせいでこんなことに？でもそっちのお姫様のは私のせいじゃないわ。そもそも戦っていないもの。王家の装備の影響なのかしら。王家の装備？でもペコリーヌさんは今まで何度となく王家の装備を使って戦っているけれど、こんなことになるのは初めてだわ。ペコリーヌ様の王家の装備の影響でしたら空腹になってしまうことかと存じますが。めんどくせえな、王家の装備ってな。うちの姫ちゃんの方も心配。姫なら大丈夫よ。もう死んでるけれど。グレイス、それにリーザ、ユキノ、サツキ、それからランドソルの皆様もご心配をかけてしまい大変申し訳ありません。おいっす。ちゃんとバイオレットさんを励ましてあげられたんですね。主様、ご無事で何よりでございます。私たちはどうにかですが、ペコリーヌのやつが何も食べたくないって。ペコリーヌ姫の体調はもちろん心配ですが、リーザたちが矛を収めているのも私としては事情を知りたいです。そうね、こっちもいろいろあったけど、まずは状況を整理しましょうか。できれば私たちがこの世界に来る前の話から頼むわ。リーザやサツキたちが何考えてんのかもう少し知っておきたいもの。構やしねえが、あらかた言ったと思うがな。ふむ、つまりバイオレット様とグレイス様がネア様とカリザから4世界プリンセス会議のお誘いを受け、ジオゲヘナへと出奔した後、フレイヤって子から姫ちゃらが罠にかけられたって聞いて。もちろん私たちもフレイヤの話を頭から信じたわけじゃないわ。まあ黄色いスライムの女性とそのペットの男の子よりはまともそうに見えたことは否定しないけれどね。そしてバイオレット様がお戻りになると後期到来とばかりに反目するふりをしてみせて、王家の装備を使わざるを得ないように仕向けたと。フレイヤが神出鬼没なものだから一苦労だったけれどね。それにあなたたち人数は多いのにあちこちにばらけちゃうし、誰かさんは裏でコソコソしてたみたいだし。ふん。今の口ぶりが本当なら、やはりジオゲヘナからのゲートの途中で私たちを襲ったのはこの方々ではないとなると。まあとはいえ本気で姫を脅したりするわけにもいかないし、
つ目の甘い計画だったのは否めないわ。尺だけど最後の一押しはフレイヤにしてもらったようなものだしね。異国の者に操られ姫を危難にさらすなど、お目付け役としてこのデュラン痛恨の極み。かくなる上は我が首でもって詫びよお落ち着いてください、デュラじいちゃん。首が取れちゃったら私でも生えてこないですから。っていうか、デュラハン首ねんじゃ。ボケ老人はもとより、リーザもサツキもユキノも、あなたたちのしたことは反乱に等しいわ。一歩間違えればバイオレット姫は霊園の壁に焼き尽くされていたかもしれないのだから。しかも知らなかったとはいえ、姫を暗殺しようとした者と手を組んで。ああ、言い作ろうなんざ思っちゃねえよ。首でも何でも持ってきな。そらでもいいよ。火あぶりだけは勘弁してほしいけど。ヤシャ峠やコキュートス、影の森の部族らも強く反発はいたしますまい。我が輩も無論同罪でありますが。いいえ、もともとは私の身から出たサビ。背中を押してくれた者たちを処罰するなどできませんわ。そもそもリーザたちの行動は黒曜宮の異常を正し、ジオニブルヘルの未来を救わんとしたためなのですから。姫。やれやれだ。少しはマシになったかと思えよ。おさらいだけど、バイオレットさんが今言った黒曜宮の異常っていうのは、他の世界から来た魂が黒曜宮にとどまって戻らなくなった問題よね。はい。そしてその他の世界とは皆様の世界であり、戻らない魂を取り戻すのが皆様の目的なのですよね。そういう理由なら私たちと目的は一緒ということかしら。でも心配はいりません、リーザ。黒曜宮の神王に触れるための鍵はここに。なんと姫。姫ちゃん、頑張ったな。すべては騎士様たちのお力添えの賜物ですわ。まだ王家の装備を完全に己がものにしたわけではありませんし、この鍵もこの身から手放すことはできないようですが。バイオレット姫、おお、なんと素晴らしい。霊園の壁を越え鍵を手になさるとは。伯爵様、吸血鬼。吸血鬼、イリアさんみたいな。イリアさんほどの凄みみたいなのは感じないけど。生物臭いと思えば異界人どもがゾロゾロと。ここはジオニブルヘルを滑るバイオレット姫のわす狂芸場。汚らわしい血の者どもは即刻出ていくがいい。待ちな、伯爵。こいつらはお姫の連れで今取り込み中だ。私に席を外せとでも？
鬼娘がいかに世もつへぐいの一員といえど、誉れある吸血鬼の代表であるこの私になんと無礼な。賢明なるバイオレット姫よ。王家の装備を扱えたのなら統率者としての自覚を得たはず。神聖なる城をよそ者の靴で汚されて構わぬとおっしゃられるのか。私としては皆様に残っていただければと思いますわ。まだお話の途中ですし。なんだとこの。オルロック伯爵、お気持ちはわかりますが、今の姫のご意志の重みはこれまでとは違います。この場の代表者たちで多数決を取るまでもないと思いますよ。リーザ・ベーダだが。おじい様、ちょっとその人談話室にでも連れてって。これも姫を危機にさらした罰の一環と思うか。申し訳ありませんがご足労願いますぞ、オルロック伯爵。離せ首なしじじい、自分で歩けるわ。そのバイオレット様、失礼いたしました。皆様、お話を戻させていただきますが、鍵はこうして手に入ったのですから、次は黒曜宮の最新へ赴き、魂が帰れなくなった原因を解決すべきかと思いますわ。いかがでしょうか。賛成。そうね、それもちょっと急がなくっちゃだわ。なぜでしょう。私もキャルシも含め怪我人続出です。鍵が姫の元から手放せないとなると護衛に少々不安が。グレイス様の、そしてペコリーヌ様のお怪我の原因となった鎧の男、彼やフレイヤの属するウォーロックという組織は詳細は省きますが、私たちの敵なのです。はい、デュランさんを操って鍵を取らせようとしたことからして、フレイヤさんが黒曜宮を狙っていることは間違いないと思います。それに最後にロストしたものっていう条件付きとはいえ、私の魂を黒曜宮から取り出せたってことは、鍵を使わないでも済む手段を向こうは持っている。だから急がなくてはならないと。未だに鍵を求める以上はその手段とやらも何らかの制限があるかとは推測されますが。時間的な制限か技術的な問題かは不明ですが、こちらが鍵を手にしたのなら、彼らは次はその制限を突破するのに注力するでしょう。あるいは鍵を奪いに来るかですよね。のんびり寝ている場合じゃなさそうです。まだ寝てなくちゃダメよ、ペコリーヌさん。シェフィーちゃん、でもシェフィーさんの言う通りです、ペコリーヌさん。ご飯も食べられないくらい弱っているのに無理したら、ミイラ取りがミイラになっちゃいますよ。ミイラも抵抗しますしね。それに黒曜宮の仮想に続く回廊は広大なダンジョンになっているらしいので、私はペコリーヌ姫より軽症ですし、もう少しくらいは頑張れますが。ありがとう、グレイス。でも無理はしないでくださいね。もう死んでいるグレイスはともかく、
そちらのお姫様はもちろん、猫の娘さんもエルフの子も、その体で迷宮に挑むような無理をしたら確実に死んでしまうわよ。私はまだ平気よ。みんなの分までやってみせるわ。プレシアちゃんたちは元気。もちろんお供させていただきます。私たちの償いのためにも。ですが、ペコリーヌさんやグレイスさんが苦戦してしまうような人が相手となるとちょっと不安ですね。そうね。ダンジョン攻略も私たちは素人みたいなものだし、どなたか戦いに長け、迷宮の踏破にも経験深い冒険者の方々にご助力を賜ることができれば心強いのですが。時間もないですし、そんなすごい人たちが簡単に見つかるわけがあるかも。君！りゃりゃりゃー、日和バーニングラッシュ。強い。あんなたくさんの魔物の群れがあっという間に。この空気の流れ、みんな止まって。どうやら通路に罠がかけられているみたいだ。この先は空間が歪んでいて、迂闊に迷い込んだら永遠に同じ場所を回り続けることになるかもしれない。無限回路ということでしょうか。どうすれば。迂回する。それでもいいけれど時間がかかってしまいそうだね。ユイ、いけそう？光のせいよ。トゥインクルウィッシュの皆様、みんなお待たせかな。遅れてすまない。ジオテオゴニアからジオゲヘナへ移動した時、祈願城塞からとても離れた世界の端の端に出てしまってね。強力な魔物だらけで本当にひどい目にあったよ。でもようやく追いついたよ。うわぁ、ペコさん、キャルちゃん、コッコロちゃん、大丈夫？すっごく顔色が悪くなっちゃってるよ。こっちもいろいろあったんですけど。って感じでさ、手強い敵が待ち構えてそうだし、時間も余裕ないし、ちょっとしんどい状況ってわけ。そうだったんだ。回復魔法では治せないダメージか。ずいぶん厄介な相手だったんだね。ごめんなさいね。まあ私たちもだいぶ痛めつけられたし、お互い様ってことで。うわ！お姉さん、ダークエルフ？さっきは首なしの騎士に凄まれたし、球児の子は髪からタコの足が生えているし、他の裏世界に負けず劣らず、不思議な場所だね、ジオ・ニブルヘルも。ジュル、よろしくお願いしますでしゅ。
シュのみんなは確かダンジョンの攻略とか得意だったわよね。そうかな。そうそう、私たち冒険者のプロだから。もう調子に乗らないの。正確に言うとソルの塔を攻略するために冒険していたらいつの間にかペース配分とか罠の突破が上手くなってただけだから。なるほど。護衛を依頼させていただくにはうってつけの人材というわけですか。しかしまるで測ったみてえな頃合いの良さじゃねえか。そんだけの切符なら首突っ込む気を伺うようなシャバい真似する奴らにも見えねえわ。夢でお告げがあったんです。夢のお告げ？アメス様の託戦でしょうか。いや、現象としてはフィオの見せる夢によく似ていた気がするけど、出てきたのはフィオやネビアとはまた別のいたずらめいた妖精だった。名乗らなかったけど自分は中立で平等だとか言っていたっけ。その子が騎士官たちの居場所を教えてくれたんだ。ソルの塔のお庭をひっくり返したみたいな夢の中で。まるで助け舟を出してくださったかのようですね。一体どなたなのでしょうか。キャロ、ここ急に突っ伏しちゃいましたけど大丈夫ですか？はい。トゥインクルウィッシュの皆様はこの上ない助っ人、黒曜宮の攻略や護衛を安心して任せられます。なら私たちはとっとと休んで少しでも回復するのがベストってやつよ。そうでしょ、ペコリーヌ。はい。ゆいちゃん、レイさん、ひよりちゃん、すみませんがここはお願いします。任せて。光のせいよ。無限回廊の罠は解けたみたいだね。さすがゆいちゃん。よーし、ゴーゴー。すごい、ゆいさんたちかっこいい。本当に罠の突破も魔物への対処も鮮やかとしか形容できないほどのお手並みです。これが熟練の冒険者。もう全部彼女たちだけでいけるかもしれませんね。姫、トゥインクルウィッシュの皆様はどれほどの修練の果てにあれほどの実力を身につけたのでしょう。私と変わらない年頃でいらっしゃるのに、それに騎士様との心のつながりもあの方々の方が私よりもずっと。おい、お姫、しけた面してんなよ。さつき。ねえさつき、トゥインクルウィッシュの人たちは騎士氏の古なじみだけあってとても頼りになるようだし、今からでもあなたは帰っていいんじゃないかしら。コッコロ氏から負った手傷もあるでしょ。めらめ、怪我の具合じゃてめえの方がよほどだろうが。望まのグレコを一人にお姫を預けっきりにできっかよ。氷の竜の嬢ちゃんや黒い天使の嬢ちゃんたちはともかく、あのピンクと青と黄色は初対面も同然だかんな。それにお姫、あの騎士公と何があったか知らねえが、シャンとしな。
てめえが優しいってのは百も承知だ。けどな、オルロックみてえな手合いが歯向かってきた時や俺らを裁く段にあっちゃそいつは邪魔だ。頭を張るなら逆恨みを食うなんざ日常茶飯事。それでもいざって時は他人を吊るさなくちゃなんねえのが王ってもんだ。その気構えがなきゃ王家の装備だって答えちゃくれねえよ。はい、肝に銘じますわ、さつき。姫がそんなに背負い込まないよう万難を排してお守りするのも私たちの役目だと思うけれどね。ったく、てめえはほんと過保護だなグレコ。大丈夫大丈夫、バイオレットさんのことは私たちも一緒に守るから。日和様、ありがとうございます。耳いいじゃねえか、黄色い嬢ちゃん。こう見えて今とっても集中してるから、何が来てもすぐ反応できるようにね。確かにぬるい打ち込みじゃあっさり避けられる気しかしねえ。あっちのピンクと青も似たようなもんか。黒曜球って言ったっけ。登るか降りるかの違いはあるけどソルの塔と少し雰囲気が似ているね。そう思わない？ユイ、君。レイちゃん、油断できないね。罠だらけだし魔物は強力だし、しかも何か来るよ。言ってるそばからか。日和。レイさん、ペコさんたちの分も頑張って。バイオレットさんたちを最深部まで送っちゃうよ。悪いがそうはいかない。触手、これはあの時の。はい、ジオニブルヘルへ向かう途中に遭遇したものと相違ありません。みんな下がってて、ここは私たちが。再生は早いが攻撃は通じる。あと殺意が薄い。陽動？いや、それにしては妙な動きだけど。後ろ、壁や床のあっちこっちからどんどん生えてきますよ。それに触手から何か魔法の力が。姫、騎士種。兄様やバイオレット様たちはどちらに？リリさん。触手が魔法陣を作ってる？あの魔法陣でみんな空間跳躍させられちゃったの？おかしな動きをすると思ったが、狙いはこちらの分断か。魔法陣が消えちゃう。追いかけよう、ユイちゃん、レイさん。でももう行く先が変えられてるかも。待って、レイさん。そこの柱の陰にいる者、出てこい。エクセレント。気配を殺しステルスも機能させていたつもりだったが、
君たちにかかっては隠れ蓑の代わりにもならないか。あれだけの数の触手をあれだけ精密に操り、しかも結界を作って魔力を通すなんて芸当、遠くからではとてもじゃないができないと思ってね。なるほど。さすがはトゥインクルウィッシュといったところか。私たちを知ってるの？もちろんだとも。君たちが厄介だからこそ少々泥をかぶるのを覚悟でおとりを引き受け、局長への恩を売ることにしたのさ。それにかつてのレジェンド・オブ・アストルムをクリア寸前まで進んだ伝説のギルドがどれほどのものか、一ユーザーとしてはぜひとも体験しておきたくてね。この人、現実の記憶がある。ポーロック。ユイ、日和、あの男、おそらくセブンクラウンズとも張り合える実力の持ち主だ。幸い彼からの強化は途切れていない。ならばみんなを助けに行くためにフルパワーだね。わかった。チェンジプリンセスフォーム。ほう。ではこちらも。シャンジェ。兄様。リリちゃん、一体何が？交換条約。あの触手が作った魔法陣で私たちだけ強制的に転移させられちゃったみたいね。でもここってまだ黒曜宮の中ですよね。なら急いでお兄さんたちを探しましょう。悪いがそうもいかない。ここは通行止めだ。安全な場所に早く帰れ。この方はもしやフルフェイスの鎧の男、ペコリーヌさんやグレイスさんを倒したっていう。強そう。そうね。それなら全力全開で行かなくっちゃ。はい。やめておけ。アバターってのにはまだ慣れていなくてな。加減ができるかわからんぞ。そっちの事情なんて知らないわ。私たちは兄さんたちを助けなくちゃいけないの。女子供を殴るのは拳が痛むってのに。すごい。この人は
パワーだけなら覚醒した兄さん以上かも。さすがはトゥインクルウィッシュ。他の冒険者とはレベルが違うようだね。これって分身か。ネネカさんみたいな。いや、忍法だよ。ここが最深部なのでしょうか。私も来るのは初めてでして。冥府の底というには風情に欠ける場所だ。そう思わないか、お前たちも。オプスクレアツよ。素直になれる薬完成です。ルイズマリー様、出来栄えをご確認いただけますか？どれ見せて。まあさすがにいきなり作成ランク5の薬は難しい。何これ、完璧じゃない。リリさん、あなた錬金術は初めてじゃないの？さてはどっかでこそ練してたわね。いえ、そういったことは特に。ご指南いただいたことを忠実に守っていただけですから。全てはルイズマリー様の優れたご指導の賜物です。なかなかいいこと言うじゃない。さすが私。錬金術の才能だけじゃなく人に教える才能まであったなんて。そうだわリリさん、あなたを私の2番弟子にしてあげるわ。とそろそろ予約のお客様が来る頃ね。はじめまして。錬金術師のルイズマリーさんですよね。私、あかりって言います。頼んでおいた素直になれる薬ってもうできてますか？わあ、あなたが予約の。どうぞ、こちらがご注文の品。リリさん特製素直になれる薬です。ありがとうございます。リリさん特製？お久しぶりです、あかり様。今はこちらでルイズマリー様にご指導をいただいております。若輩の身ではありますが、精一杯作らせていただきました。そうだったんですね。リリさんみたいに素直になってくれるといいな。素直になれる薬って何に使うつもりで？いや別に言いたくなければいいですけど。これはお姉ちゃんに使うんです。素直になれないタイプなので、このお薬の力を借りてちょっと素直になってもらいたいなって。あ、ちょっと中身見せてもらいますね。ひょこっと。トロトロです。太くて長くて硬そうな棒でかき混ぜてこのお薬を作ってるんですか？壺の中の奥の方まで入れて。いえ、今のは聞き間違いよね。こんな小さな子がハレンチなことを言うわけが。や
こういうのって作るの時間かかりそうですよね。昼も夜もずーっと寝られなくてクタクタになっちゃうくらい。2人で粘着質な音を響かせながら大変ですね。たまたまこんなの全然ハレンチじゃ。こんなに太くて長くて硬そうな棒で何度も何度もかき混ぜて素敵なものを作っちゃうなんて、あかりだったら疲れ切ってもうダメって気絶しちゃいそうです。いや、ハレンチ禁止。もしかしてあかりさん、素直になれる薬の瓶の蓋を開けてたからその表示に飲み込んじゃった。だから普段だったら言わないはずの妄想が表に出てるのね。いや、妄想にしてもだいぶハレンチだけど、それはともかくとして世間体も気にせずハレンチなセリフを吐くようなハレンチ娘になってしまったんだわ。どうしよう、私が教えた薬のせいで。ルイズ・マリー様、先ほどハレンチとおっしゃっていたようですが、何かハレンチな出来事がございましたか？逆にあなたは純真無垢ね。私に聞かないで。私は聞いてはならないことなのですか？かようにハレンチなお言葉をあかり様が。棒かき混ぜる、作る。もしや。早速お姉ちゃんに飲ませてきます。あ、お代はここにお薬いただいていきますね。薬の効き目が切れるまで外に出ちゃダメよ。お待ちください、ルイズマリー様。私も参ります。薬効をこの目で確かめたく思いますので。リリーさんも来るの？じゃあこうよ。私の後ろに回り込んで一体何を？これでよし。純真無垢な2番弟子にハレンチは聞かせられないわ。私の耳を塞いだ状態で少々歩きにくいかと存じますが、とにかく参りましょう。あれ、どこだろう。またぬかるみにはまって棒立ちになっちゃってるのかな。ハレンチ禁止よ。それとも隙間を通り抜けようとして壁にお尻だけ突っかえちゃったり。壁にお尻。ルイズマリー様、耳を塞がれては何も聞こえません。聞こえなくていいのよ。ほら待ちなさい、ハレンチ娘。わかりません。何もわかりません。あれ、お二人ともこんなところまでついてきちゃったんですか？すっごい息が上がってますけど。そうだ、どこかのお店でお茶でも飲んで休憩します？お店、お茶、休憩。なんてハレンチな。お店もお茶もわかりません。ご休憩など聞いておりません。そのような言葉、私は何一つ存じません。お店とお茶ってそんなにハレンチなんですか？まだ言うか、このハレンチ大将軍。お店だのお茶だのいやらしい。そうです。私には何も。ご休憩なんてそんな。ちょっと待って。全然ハレンチじゃないわ。そうです。私どもは写真陰逸などではございません。
事情はよくわからないですけど、お二人とも妄想力がたくましいんですね。